我々が探している仲間は2人。耳が長く緑と青のオッドアイに褐色の肌をしたまだ幼い背格好の双子のダークエルフだ。なるほど、結構特徴的な容姿だな。今度はエルフですか。この学園都市でなら超目立ってすぐに見つかるかもしれませんね。まあその2人がこの世界に来ていればの話だけどね。特徴といえばずっと気になっていたんだが、浜面たちのその格好は一体。ああ、これはゲームのアバターというか、この空間に来た時に勝手にこの姿になっていたんだ。この格好がどうかしたのか？いや、少しというか非常に見覚えのあるものばかりでな。もしかしてアインズたちがこっちに来る前に遊んでたっていうゲームに出てくる格好だったりするの？ああ、その通りだ。ちなみに浜面と滝壺の格好は私とナーベラルが着たことのあるものと同じだな。不本意ですが、武器も含めデザインなど全てが見事に瓜二つに見えますね。そういえばずっと気になってるんだけど、アインズってなんで骸骨なんかの格好をしているわけ？アインズ様のお姿に疑問を抱くだなどと。恐れ知らずなのはやはりミイデラゴミ虫だからなのかしら。さっきからどうやったらそんなに悪口がスラスラと出てくるのよ。やめよ、ナーベラル。普通の人間がこの姿を異質に思うのは仕方のないこと。私はマジックキャスターが究極の魔法を求めアンデッドとなった存在。その中でも最上位のクラスオーバーロードだからな。ということはアインズたちがさっき使ってた能力、麦野たちみたいな超能力じゃなくて魔法なのか？てっきり現実の能力しか使えないと思ってたけど、アインズたちは元のゲームの力が使えてるんだな。待て、では先ほど麦野や絹畑が使っていた力はこの空間に限らず現実世界でも使えているというのか？ええ。ただ私たちの能力は魔法などという超ファンタジーなものではなく超能力になりますけどね。なんてこった！こっちの日本人は超能力が当たり前にある世の中で暮らしてるってことなのか？まあ俺の場合レベル0だから攻撃手段は主に頭脳と物理なんだけどな。万人が扱えるというわけではないと。では我々の世界でいうタレントのようなものだろうか。ということは今我々がいるこの町も現実で浜面たちが暮らしている町そのままということか？もう一応これは仮想空間って話だけどな。見る限りここは俺たちが暮らす現実の学園都市と同じだよ。そうか。話を聞いて確信したよ。やっぱり俺のいた現実世界とは別の世界なんだって。ということは仮に浜面たちと一緒にログアウトできてもそのまま元の日本に戻れるということはなさそうだ。アインズ様、どうかなさいましたか？いや、大丈夫だ。とは言っても今の状況は戦闘訓練どころじゃなくなっちゃったのよね。うん、完全に目的を失ってしまっている状態だから。レポートをまとめるどころの騒ぎじゃないわ。それにログアウトできないと文句も言えないんだから。とにかくここにいても仕方ないし、まずは移動しながらアインズの仲間探しからだ。今のように仮想空間内では敵が出現します。アインズさんたちの強さなら特に心配する必要はないかもしれませんが、一応超気をつけてください。了解した。今の敵、転移前に現れたイレギュラーと雰囲気が似ている気がする。そのうち俺たちを巻き込んだイレギュラーも再び現れるかもしれないな。何？
今の音。なんかあっちで誰か暴れてるっぽい。もうほんとしつこいな。どうしようお姉ちゃん。倒しても倒してもキリがないよ。あの声は。どうやら NPC というわけではなさそうですね。なんか気になるし、ちょっと行ってみるか。まったく弱いくせに次々と湧いてくるのやめてくれないかな。全然先に進めないじゃん。お姉ちゃん。もうマーレはもっとしっかりしなさい。そんなんじゃアインズ様と胸を張って再会できないでしょ。だってこのゴーレム動き方とかなんだか気持ち悪いよ。でもお姉ちゃんの言う通りだよね。アインズ様の元へ早く帰るためにも頑張らなきゃ。よし、やればできるじゃない。でもこれからどうしたらいいのかな。アインズ様もナザリックのみんなもいないのに。心配しなくても大丈夫だって。ナザリックに帰る方法はどんな手を使ってでも探し出してみせるから。それにアインズ様ならきっと私たちを探し出してくれるはず。そうだね。僕もお姉ちゃんに負けないようにもっと。もうほんとしつこいな。どうしようお姉ちゃん。倒しても倒してもキリがないよ。ファイヤーボール。アウラ、マーレ、よかった、ここにいたのだな。アインズ様。すごくお会いしたかったです。私もお前たちのことをずっと探していた。無事か？怪我などしていないだろうな。大丈夫です。アウラ様、マーレ様、ご無事で何よりです。へえ、この子たちが探してた双子か。アインズの仲間ってだけあってすげえ強いな。確かに周囲に散らばった敵の残骸、これほどの数を相手にかすり傷一つないとはお見事です。当然だ。アウラもマーレも私が全幅の信頼を寄せる優秀な部下だからな。とりあえず二人ともこれまで何があったか話してくれるか？それがマーレと一緒にナザリックに戻る途中、見たことのないゴーレムが現れたんです。なんだか怪しい動きをしていたので調べるために近づいたらいきなり襲いかかってきて。その敵はおそらくイレギュラーだろうな。それでそこからどうしたのだ？もちろん反撃しました。アインズ様に報告するために捕まえようって話してたんですけど、突然白い光に包まれて気がついたらこんな場所に。でもアインズ様と無事に再会できて嬉しいです。僕も嬉しいです。もう二度とアインズ様にお会いできないのかもって思いましたから。そうか。とにかくお前たちが無事でよかった。こうしてアインズ様に撫でられると
すごく幸せな気持ちになります。僕もです。なんだかすごく安心します。そうか、私も嬉しいぞ。だが新たな懸念が生まれてしまったな。懸念？イレギュラーと遭遇したのが私やマーレたちだけとは限らない。もしかすると他の仲間たちもこちらに飛ばされている者がいるかもしれん。だとすれば確認が必要ですね。はい。ナザリックの大切な仲間を一人たりとも置いて帰るわけにはいきませんから。そういうことならもう少し探して回るか。どうせ帰る方法もまだ分かってないみたいだし。それは助かるが、そこまで付き合ってもらっても良いのか？遠慮しなくていいって。仲間を大事に思う気持ちは俺にもよくわかるからな。それじゃ一旦移動して作戦会議と行くか。甘面、何か食べ物と飲み物買ってきて。今から作戦会議だっつってんのに、この状況でパシらせるつもりかよ。だいたい飲食物なんて仮想空間にあるのか？そこをなんとかするのが雑用係の仕事だろうが。ほら早く行ってこい。じゃあついでに私にはサバ缶をよろしくね。おいおい。よかったらこれは。あれ？缶ジュースじゃない。どうやって手に入れたの？そこにある赤い箱が気になって、お姉ちゃんとこじ開けたら中から出てきたんです。こんな形の飲み物は初めて見たから、ぜひアインズ様にもお見せしたくて。そうか、二人とも私のためによくやってくれた。でもその後、さっきのゴーレムたちに一気に囲まれちゃって、倒しても倒しても次々に湧いてくるから、どうしようかなって考えてたところでした。なるほど。それで警備ロボットに囲まれてたってわけですか。アウラとマーレが手に入れてくれたんだ。休憩がてらありがたくいただこうぜ。それにしてもヤシの実サイダーはまだわかるとして、いちごおでんにカツサンドドリンク？これってどういう飲み物なんだ？この飲み物、私はちょっと無理かも。そうかな。僕はすごく美味しいと思うけど。無理に飲まなくていいぞ。これはある意味名物というか、飲むやつを選ぶ類の。こいつまた現れましたね。何でもいいわ。さっさと片付けるわよ。ではこちらも加勢するとしよう。ナーベラル、アウラ、マーレ。今の敵、やはり同じだな。同じってどういうこと？実際に戦ってみて確信した。やはり我々が接触したイレギュラーと今の敵は同じ類のものだ。それが本当だとしたら、このおかしな状況にイレギュラーが関係している線が濃厚になったわね。アウラたちとは無事に会えたが、やはり他の仲間たちのことも気がかりだ。どうにか同じく巻き込まれていないか今すぐに調べる術は。考えてみれば、この世界で魔法が有効と分かった時点でみんなにメッセージを送ればよかったんじゃないか？この世界に来てからいろいろありすぎて、今の今まですっかり忘れてた。マーレ。はい、何でしょうか？一つ試したいことがある。少し付き合ってくれるか？
様、ご報告します。メッセージはちゃんとこちらに届いてます。そうか、やはり機能していたか。まあ今から確かめても遅くないだろう。まずはアルベドに。お、早速つながったな。アインツ様、本当にアインツ様なのですか？もちろん私だ。それよりアルベドよ、今どこにいる？その身は無事であろうな。なあマーレ、アインズって今何かしてるのか？メッセージという魔法を使って仲間にコンタクトを取っているんです。メッセージが届くかどうかを確かめれば、他に誰がこの世界に来ているかわかるかと。確認できたぞ。どうやらこの世界にアルベドとシャルティアも来てしまっているようだ。本当ですか？ああ、しかも同じ場所にいるらしい。早速迎えに行ってやるとしよう。話しなさい、シャルティア。その服は私が先に目をつけていたのよ。何を言うでありんすか。こういうのは先に手に取った者勝ちでありんす。なあアインズ、探してた仲間ってあの二人で合ってるか？あの二人で間違いない。けどまさか優雅にショッピング中とは。どうやら無事のようだな、アルベド、それにシャルティアよ。ご覧ください、この素晴らしい衣装の数々を。どれがアインツ様のお好みなのか本気で悩んでおりました。ここには目にしたことのないきらびやかな服がたくさんありんす。アインズ様の横に並ぶ装いとしてどれがふさわしいか延々と悩んでおりんした。いいなあ、私も見たい。僕も。知らない世界に不安がってるどころか思いっきり満喫してるし、結構本気で心配したんだけどな。別にいいけどさ。ねえ麦野、あの二人の格好なんか私と麦野が着てるのとかぶってない？そうね。っていうか同じだし。つまりなぜかあいつらの衣装を勝手に着せられていたってことでしょう。そこの人間、誰の許しを得て格好を真似しているのか知らないけど、まあいいわ。今回は見逃してあげる。それより何？その不服そうな態度。この私の美の片鱗を享受しているのだから光栄に思いなさいな。あまり恩着せがましいようだと好きな男に愛想つかされても知らないわよ。滝壺、麦野たちがバチバチしている間暇だし、なんか適当にコーデしてあげよっか。あまり興味ないかな。そんなこと言わず、ほらこっち来なさい。滝壺にはそうね、こういうのとかありかも。おや、そういう組み合わせがここでの流行りでありんすか？これは流行りとかじゃなくて、私の持つセンスそのものってわけよ。気になるならあんたもコーデしてあげるけど。良いのでありんすか？ではせっかくの機会でありんすからぜひお願いしんす。あいつらこの状況でよくショッピングなんて楽しめるな。本来の目的とか絶対忘れてるだろう。どうやらお互い何かと苦労しているようだな。さて、いろいろあったが、どうやらこれでナザリックの仲間は全員揃ったようだ。あとは元の世界に戻る方法を見つけることができれば全て解決という形だな。我々がこの世界に来ることになった原因であるイレギュラーの正体とその目的について、それを突き止めるために
浜面たちにはもう少しだけ私に力を貸してほしい。正直に言うと、もう少しこの世界をゆっくり見て回りたいって気持ちも強いんだけど。ねえ、本当にアインズたちってこのまま信用し続けてもいい連中なのかしらね。おい麦野、今さら何を。考えてもみなさい。そもそもこいつらはどうやってこの世界に入り込んだのか裏付けが取れていない。そのくせゲームの中とはいえ魔法だとかいう私たちとは全く異なる強大な力を行使できるのはなぜか。なるほど。つまり麦野はこうも言いたいわけですね。アインズたちはこの仮想空間におけるアバターや自身の能力を任意に設定できる人物の可能性もあると。確かにイレギュラーのことも正直よくわからない。ってことはそれってつまり。ぶっちゃけアインズこそが私らをここに閉じ込めてる黒幕なんじゃないの？人間風情がアインズ様に向かってなんと無礼な。いや、言わせておいて構わない。我々は今何の保証もない不安定な空間にいるのだ。全てを疑ってかかることはある意味正しい。しかし黒幕か。麦野たちが警戒するのも無理はないんだ。俺たちのことを結局ちゃんと説明できていないんだから。恐れながらアインズ様、思考なる御身がそのように思い悩まれる必要などありません。その通りでありんす。思考の御方へ歯向かうというのであればこのシャルティアがまとめて潰してしまいんしょう。準備はいいかしら。では始めましょうか、一方的な戦いを。蹂躙を開始しんす。双方やめよ。アインズ様、どうしてお止めになるのですか？そうでありんす。突然お開きと言われても納得できんせん。お前たちに我慢を強いているのは理解している。しかしこの空間は彼らの世界が元になっているのだ。帰る方法がはっきりしていない以上、ヒントの目は一つでも多く残しておかねばならん。それとも何か一時の感情に流されるままこの私の計画を台無しにしようというのか。いえ、決してそのようなつもりは。私の千両どうかお許しください。許そう。いずれにしても早急にイレギュラーに関する情報を少しでも多く得る必要がある。皆の者、アルベドの指示に従い連携して周辺の探索をしてくるのだ。これで信用しろとは言わない。できるとも思っていない。だが元の世界へ戻ることは私たちにとっても最重要課題。ひとまずその利害の一致だけで協力してはもらえないか。なんかデジャブを感じるわね。わかったわ。しばらくはお互い協力し合いましょう。そうだよ、今は争っている場合じゃない。まずはこの世界から出る方法を探さないと。なんか浜面に正論言われると生意気って感じがするのよね。だけど覚えておいて、私はあんたたちを完全に信じているわけじゃない。少しでも手を出してきたらそれまで。もちろん分かっているさ。それで十分だ。では私たちも情報集めに行きましょうか。みんなで一緒に帰れるように
頑張ろう。なんか悪いな、ハインズ。場を収めてくれて助かった。この状況であれば仕方ないことさ。ただ、ファイヤーボール。こちらとしても我々の邪魔をされたり仲間たちが傷つくようなことをされた場合はこのように容赦なくお前たちを消す心づもりがあることは覚えていてほしい。私は大切な者たちの幸せのためならそれ以外のものなどどうなろうと構わないからな。さすがアルベドたちの支配者、友好的と見せかけてちゃんと容赦ないんだな。いいぜ、分かった。ただしこっちだって黙ってるわけにはいかない。もしあいつらに手を出すなら絶対に許さないからな。そうか。では覚えておくとしよう。こういう男気のあるやつって嫌いじゃないんだよな。タッチミーさんを思い出すっていうか。アインズ様、アルベドか。どうした？たった今イレギュラーたちの集まるアジトのような場所を発見しました。他の個体とはタイプの違う大型のイレギュラーの姿も確認できております。そうか。おそらくそれが親玉だろう。すぐに守護者たちを呼び戻しアジトまで案内せよ。さて、親玉となればそれなりに強いはずだ。逃げるなら今のうちかもしれないぞ。逃げる？超冗談言わないでください。なんならそっちが倒す前に横からかっさらってやるわよ。そうか。ではぜひ頑張ってくれ。アインズ様、ちょっと失礼しますね。ほら、こっちに誘導するよ、シャルティア。とりあえずここで一番大きな個体を引きずり出して金したが、これがアインズ様の求めるイレギュラーであっているでありんすか？ああ、おそらくこの個体で間違いない。二人ともよくやってくれた。ただ申し訳ありんせん。大型だけでなく他の個体も全て引き連れてきてしまったようでありんす。いや、問題ない。むしろ一気に片付けられて好都合だ。準備は整った。ではこれよりイレギュラー討伐を開始する。おや、意外と硬いでありんすね。防御系の魔法でも使ってるのかな。それでも削れないことはありんせん。どんどん攻撃を入れていくでありんす。ちょっと雑魚ばっかだったくせにこいつら急に強くなりすぎじゃない？ほんと面倒ね。こんな任務やっぱあの時断っとけば。やっとつながったわ。あんたら無事でしょうね。今になって連絡してくるとか遅いっての。勝手なこと言ってんじゃないわよ。こっちだってすごく大変だったんだから。実は本来送られるはずだったサーバーと全く違う場所にデータが転送されてたらしくて。はあ？あんたらの意識が行方不明だっつって研究所はもう大騒ぎよ。必死にデータ追跡しまくってようやく今どうにかあんたらの居場所が特定できたってわけ。
それって1ミリたりとも私たちのせいではありませんよね。もう何でもいいわ。そこまで分かったんだったらさっさとログアウトさせなさいよ。残念ながらそれができないみたいなのよね。なんか外部からの強制操作が全部弾かれてるとかで、ざっくり言えば箱庭システムが暴走している状態というか、ぶっちゃけこっちもまだまだ修羅場みたいよ。説明してる暇もなさそうだし、詳しい話はまた後で。とりあえず近くの一番大きなボスっぽい反応が何かシステム的にノイズになってるらしいから、それを取り除けば多分改善するんじゃないかしら。というわけで、それじゃ頑張って。くそ、マジで最悪だな。だけど何にせよこの大きいやつを消し済みにすりゃいいってか。ほらあんたたち気合い入れていくわよ。今ので小さいイレギュラーは最後みたいです。よくやったマーレ。では残りは親玉だけだな。あれももうそれなりのダメージが入っていいんす。そろそろ倒せそうでありんすね。そうか。では私の手で終わらせるとしよう。俺たちもアインズに加勢して一気に。その必要はありません。むしろ邪魔よ。あの方自らその手を下されるのですから。そこで黙って見ているといいわ。至高の御方の美しく圧倒的な力を。では行くぞ。トールンダウン。俺たちが弱らせていたとはいえ、あの敵を一撃ってデタラメにも程があるだろう。あれがナザリック地下大墳墓の統治者、至高の御方のお力よ。やれやれ、なんとか倒すことができたな。まあ本当はそんな強い相手でもなかったけど、小さいイレギュラーと比べればマシだったかな。お疲れ。どうやら無事に倒せたみたいね。で結局あのイレギュラーとかいうのは何だったのよ。イレギュラー？ああ、コレクターのことね。こっちではそう呼んでるわ。コレクター？イレギュラーだかコレクターだか、なんか頭がこんがらがってきたわ。簡単に説明するとね、箱庭システムにはあらゆる条件やさまざまな状況を作り出すシチュエーション構築 AI が搭載されてるんだけど、最適な形で空間出力アップデートしていくために自動学習する解析 AI も備わっているらしくてね。その中のネットワーク上を巡回して膨大な情報を自律的に取得する複数の素子がコレクターってわけで、そのコレクターがなんで今回のトラブルの元凶なんかになったのよ。破損してて復元も解析もできないとかで、これ以上の詳細は不明らしいんだけど、コレクターの一つがある時を境に通常と異なる独自サーバーに学習データを保管してた形跡があって、今あんたたちがいる仮想空間というのが問題の独自サーバーベースで構築されてるって感じね。でもじゃあ結局私たちはなんで予定してたのと違うこんな変なサーバーに転送されちゃったわけ？それはたまたまね。はあ？たまたまって何よ。何ってそのまんまの意味よ。なんかあんたらを転送するのと同じタイミングでよくわからないどでかいデータが処理中だったみたい。どでかいデータってひょっとしなくても俺たちのことだよな。そのコレクターとかいうのが
どうやってあっちの世界にやってこられたのかわからないけど、まあ俺もユグドラシルからどうやってあの世界に転移したのかだって不明なわけだしな。今出現したゲートに触れれば、そこに転送される前のロケーションに強制送還されるわ。要はログアウトね。ちょっと今回のトラブルの事後処理もあるし、ゲートはしばらく空きっぱにしてもらうから、少し休憩してもいいけど、他の仕事が使えてるんだから、なるべく早めに戻ってきなさいよね。それじゃ。ということらしい。なんか巻き込んじまったみたいで悪いな。私も仲間たちと元の世界に戻れる見通しがついたから構わないさ。お前たちと出会うことでなかなか貴重な体験もできたしな。ゲーム感覚の戦闘訓練と言いつつ、結局ろくでもない任務になったわね。うん、戦闘訓練か。時にお前たち確か現実世界に戻る前に多少の自由時間を与えられたんだったな。それがどうかしたの？何？ちょっと思いついたことがあってね。お前たちさえ良ければ私たちと PVP でもどうかな。